昼休みを知らせるチャイムが鳴った。静かだった教室は、たちまち笑い声でいっぱいになる。お腹すいた。今日は外で食べよう。あちこちから楽しそうな声が聞こえてくる。ダルビッシュ君は、自分のお弁当箱を手に持ったまま、少しだけ周りを見回した。すると、オバマ君が笑顔で大きく手を振る。こっち。約束しただろ。ダルビッシュ君は嬉しそうに駆け寄った。そこへシュウ君もやってくる。僕も一緒でいい？もちろん。プリヤンカーちゃんが小さく手を挙げる。私も仲間に入れて。大歓迎。最後にウリツカヤちゃんも静かに席へ着いた。5人は窓際の机を寄せ合い、小さな輪になった。窓の外では、ヤシの葉が南国の風に揺れている。しばらく誰も話さなかった。初めて囲む、一つのテーブル。少しだけ照れくさく、それでもどこか温かい時間だった。やがてダルビッシュ君が静かに言った。いただきますの前に。そう言うと、目を閉じ、小さく祈りを捧げた。オバマ君は興味深そうに見つめる。毎日お祈りするの？ダルビッシュ君は穏やかにうなずいた。食べ物をくださった神様と、作ってくれた人に感謝するんだ。オバマ君も少し照れながら笑った。僕も教会ではお祈りするよ。そう言うと、胸の前で静かに手を組んだ。シュウ君は二人を見て微笑む。僕は、いただきますって言うよ。プリヤンカーちゃんは笑顔で手を合わせた。私は食べ物にも、育ててくれた人にも、ありがとうって心の中で伝えるの。ウリツカヤちゃんもうなずく。私も感謝してから食べるわ。静かな時間が流れる。オバマ君が笑顔で言った。やり方は違うけど、みんな同じことをしてるんだね。4人が同時にうなずいた。違う国で生まれ、違う言葉を話し、違う文化の中で育った5人。それでも、ありがとう。という気持ちは、みんな同じだった。5人は一緒に弁当箱を開いた。ダルビッシュ君のお弁当には、香ばしいケバブと色鮮やかなサラダが並んでいる。いい匂い。オバマ君が目を輝かせた。ダルビッシュ君は嬉しそうに笑う。僕のお父さんが大好きな料理なんだ。家族みんなで食べると、もっと美味しいよ。いいなあ。続いてシュウ君が2段のお弁当を開く。白いご飯に、チンジャオロース、卵とトマトの炒め物、青菜の炒め物。朝、お母さんが作ってくれたんだ。おいしそう。プリヤンカーちゃんも自分のお弁当を開ける。野菜たっぷりのカレーと焼きたてのナン。ふんわりとスパイスの香りが広がった。食べてみたいな。ダルビッシュ君が笑う。ウリツカヤちゃんのお弁当には、黒パンとチーズ、それに小さな保温容器。これはボルシチよ。聞いたことある。オバマ君が身を乗り出した。寒い国では体が温まるの。最後にオバマ君が大きなサンドイッチを取り出した。僕はこれ。大きい。みんなが笑った。それぞれのお弁当は違っていた。でも、どのお弁当にも、家族の愛情が詰まっていた。シュウ君がぽつりと言う。同じお弁当が一つもないね。プリヤンカーちゃんが優しく微笑んだ。だから楽しいんじゃない？ダルビッシュ君もうなずく。今度はみんなの国の料理を食べてみたいな。私も。僕も。もちろん。笑顔が重なった。窓辺の花壇では色とりどりの花が小さく揺れている。一匹の黄色い蝶が花から花へ舞い、やがて青空へと飛び立っていった。5人は自然とその姿を目で追う。プリヤンカーちゃんが小さく微笑んだ。
張さんもお友達に会いに行くのかな。誰も何も言わなかった。それでも、その言葉を聞いたみんなの顔には、自然と笑顔が広がった。昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴る。5人は立ち上がり、笑顔で教室へ戻っていく。まだ出会って数日。それでも、その日、一つのテーブルを囲んだ時間は、5人の心の距離を昨日より少しだけ近づけていた。5人はまだ知らなかった。この日、一つのテーブルを囲んだ時間が、世界を変える友情の静かな始まりになっていたことを。